空音の見えない世界のお話第2回目始めます。こんにちは、空音和美です。1回目でもお話ししましたが、これは私が実際に体験した見えない世界とのお話です。第2回目の今日は私の祖母とのお話です。祖母が亡くなって15年ほど経った頃だったと思うんですけれど、私の両親を含めた家族全員で札幌から1時間半くらいのところにあるお墓に行きました。で、お墓に着いてから私は荷物持ちで両手が塞がってたんですよね。で、それで父と夫がそれぞれ雑巾を持ってせっせと掃除してるのを眺めてたんですけれど、片手で荷物まとめたら私も雑巾を持てるなってふと思ったんですよね。そしたらその途端、和美ちゃん、そこまだあるから、みたいな、そういう祖母のはっきりした声が耳元で聞こえたんですよ。でその頃にはチャネリングもできるようになっていたので、必要な時には霊とも話したりもしてたんですけれど、はっきりした声っていうのはやっぱり聞くことなくって、シャスタに行けっていうあの声から2回目でした。で祖母の声ってはっきり分かったのもあるんですけれど、祖母は私のことを昔からなぜか和美ちゃんって呼んでたんですよね。それで、もう間違いなく祖母だと思ったんですよ。で、私も言われるがままその場所にこう雑巾で拭いてたんですけれど、まだあるよって、まだこっちもあるよって、またね、指導が入ったんですよ。で、私の祖母っていうのは、私のことを昔からこう気の利かないのんびりした子だみたいな風にちょっと思ってた節があったと私は感じてたんですよね。だから多分この子はまだ未だに言わなきゃわからないと思って指導が入ったんじゃないかなってちょっと思いました。でもね、考えてみたら、お盆が近かったっていうのもあるんですけれど、15年くらい経ってるわけですよ。なんでここにいるのかなって。それでね、祖母に聞きました。どうしているのって。そしたら、誰も来ないって言って怒ってるんですよ、祖母が。誰も来ないってなんでって。ずっとここで待ってたって言うんです。で15年上がらずにここにいたのと思って。で、うちの父ってすんごい真面目だったんで、月命日も欠かさずお坊さんにお経をあげてもらってましたし、もう私たちが行けない時でも一人でお墓に行って、必ずね、お参りは欠かさなかったんですよ。そんなにしっかりやってても、本人の意思ってこんなにね、影響するんだなっていうのをちょっとびっくりしまして。で、昔ね、私の祖父っていう人が、まだその父とかが小さい時に早くに亡くなったんですよね。で、祖母はものすごく苦労して昔ですから子だくさんですよね。で、やっぱり女で一人で育て上げたわけです。で、やっぱり祖母の念願がその早くに亡くなった祖父のお墓を立派なお墓にしてあげたいと、立派なお墓を建ててあげたいっていうのをずっと言ってたのは覚えてたんです。だからその立派なお墓をね、建てて、で、絶対にそこに行ったらそのおじいちゃんはいるって言ってたんです。で、おじいちゃんも喜ぶだろうと。だから多分祖母は亡くなった時に迷いなくそのお墓に行ったんだと思うんですよね。でもとっくにね、祖父は上がっていたでしょうし、待てど暮らせど誰も来ないって、そりゃそうですよね。もうちょっとびっくりしちゃいました。それで、じゃあ、ここで観音様を呼ぶから、観音様を呼んで2人で一緒にね連れてってあげてもらってって、で観音様に手引かれて上がってったのを見届けて、帰ってきたわけなんです。で、その時にね、ちょっと昔のことを思い出したんですけれど、私の弟が東京に住んでるんですけれど、ということでめったにね、お墓には来れないんですね。で、ある時、やっぱ弟とお墓参りに行ったんですけれど、弟も、父は長男だったんで、長男の長男なんで、私のね、実家を継ぐ
昔で言えば継ぐ人間なんですけれど、でもねやっぱりもう東京にね長いので、多分東京で骨をうずめるのではないかと本人も思ってるので、お墓参りの帰り道車の中でねボソって言ったんですよ。俺多分このお墓に入らないわって。そしたらその途端に恐ろしい土砂降りのダーっていう雨になって、もうね前も何にも見えないんですよ。一瞬だったんですけど、そういうことが起きたことがあって、いやこれ絶対に起こってるよねっていう話をしてね、帰ってきたことがあったのを思い出したんです。それはまあ多分そんな力があるとは思えませんけど、祖母がずっとそのお墓にいてね誰も来ないって怒りと恨みを溜めていたら、そのくらいのことはもしかしたらできてたのかもなってちょっとねふと思いました。でそんな出来事がありました。で実際聞こえたわけではないんですけど、もう一つその亡くなった方のお話として思い出したことがあって、私のおばの話なんですけれど、おばが嫁いだ家っていうのが神道の家だったんですね。で、でもそこの家の子供たちは長男はキリスト教になって、娘は違う宗教に入っちゃったわけです。で、娘はちょっとイギリス行っちゃったもんですから、誰もそのお墓がねなくなっても息子が面倒見なきゃいけないんだけどキリスト教だし、でどうしようってなった時に、おじはやっぱり改宗して、まだ生きてる時に改宗して、それでキリスト教のところで面倒見てもらうってなって、お葬式もそうだったんですけど、でおばは娘がちょっと違う宗教だったもんですから、そっちの方にしばらく行っちゃったんですね。でも実際は、イギリスっていうのもあって誰も面倒見てもらえないってなった時に、亡くなる間際に改宗したんです、キリスト教に。でそしたら息子さんがね面倒見てくれるっていうのもあってでも亡くなる直前のね改宗だったので、牧師さんもおばのことを知らないわけですよ、そんなに。だからきっとね話すことがなかったんだと思うんですけれど、お葬式って言わないのかな、でもお葬式の最中のこのお話としてね、結局その自分のお孫さんのお話しだして全然関係ない話なんですよ。私も聞きながらいいのかなこれって思いながら、ちょっとね申し訳ないんですけど、聞いてたんです。そしたらおばが出てきまして、こんなんじゃ上がれないって言うんですよ、私に。いやだよねって。私もねそこでじゃあどうしようって考えたんですよね。じゃあもうこの際宗教も何も関係ないから四十九日の間ちょっとこの世のね名残惜しいとこ全部行って気持ち済んだら四十九日になったら自分で観音様を呼んで観音様と一緒に上がってって、多分それ大丈夫だと思うからって、でダメだったら私のとこに来てって言ったら分かったって言って、それっきりねおばはね来なかったんですけれど、そんな出来事もありました。でもそれはね私のその耳元で聞こえたとかじゃなくて、私のその意識の中でのお話ですから、本当かどうかは分かりません。でもそんなこともありました。ということで今日のお話はこれで終わりです。追記があります。読んでくださいね。ではまた。